この動画では OneDrive というサービスの基本的な理解を深めていただきます。まず OneDrive というサービスについてご紹介します。次に OneDrive と Office365 の関係についてご説明します。最後に OneDrive へのアクセス方法をご紹介します。OneDrive というのは、マイクロソフトが提供しているクラウドストレージサービスです。クラウドストレージというのは、クラウドネットワーク上のファイル置き場のことです。OneDrive の容量は 1TB と大容量です。OneDrive は立命館大学のメールアドレスとパスワード、つまりレインボーアカウントがあれば利用できます。利用できる期間は立命館大学に在籍している期間中です。卒業すると使えなくなりますのでご注意ください。次に OneDrive と Office365 の関係についてご説明します。OneDrive はマイクロソフトが提供しているサブスクリプションサービス Office365 の一部です。Office365 というのはこちらで示したように多くのサービスを含んでいます。ここに示しているのは、2020年6月現在立命館大学の Office365 で利用できるサービスの一覧になります。Office365 へのアクセスは、こちら office.com でアクセスできます。次に OneDrive へのアクセス方法をご紹介します。OneDrive にアクセスするには、パソコンの場合はブラウザまたはファイラーから、スマートフォンやタブレットの場合はアプリからアクセスします。OneDrive にアクセスできる端末には上限数があります。パソコン5台、タブレット5台、スマートフォン5台までアクセスできます。OneDrive はクラウドストレージですので、複数のデバイスから同じファイルにアクセスできます。ファイルに加えられた変更は直ちに他のデバイスにも反映されるという点がとても便利です。パソコンのブラウザから OneDrive にアクセスするには、先ほどご覧いただいたように、office.com にログインして、OneDrive のアイコンをクリックしますと、自分の OneDrive の領域が開きます。パソコンのファイラーからアクセスする場合は、こちらは Mac の例ですが、OneDrive のアプリをインストールし、このようにメニューバーに OneDrive のアプリが表示されています。Finder ですね。Mac の場合は Finder に OneDrive が統合され、そこから自分の OneDrive の領域にアクセスできるというわけです。タブレットやスマートフォンの場合は OneDrive アプリをインストールし、ログインしますと、このようにアプリの中から自分の OneDrive の領域にアクセスすることができます。